澄だ。あの歪めの音は確かに月澄だ。月澄、待ってろよ。今すぐ行くからな。月澄！よう、どうしたい、きょとんとしちゃってさ。あんた確か。そういやどっかで会ったような気がするな、お前さんと。その笛なんて言ったっけ？クラリネットさ。ああ、軍楽隊の。マニラの公園で夕方になるとよくやってたっけ？せっかくだから一曲やってっか。調子のいい曲がいいな。ねえ、どうして笛なんか吹くんだい？ソロもできるしオーケストラにも入れる。いいもんだよ、音楽ってのは。お前さん何やってんだい？俺かい？うん。俺は鍛冶屋だ。鍛冶屋か。じゃあチェレスタだな。チェレスタ？チェレスタ知らないのか。ほら箱になってて金婚か。オーケストラに入りたいんだろお前さんも。そうだな。
じゃあやっぱりチェレスタだな。やっぱりチェレスタだ。うん。これは何だい？巣箱だよ、ミツバチの。俺は8階なんだ。へえ。このテントは？俺のねぐらだよ。おい、ちょっとこれいいだろ。俺はないつもこんな具合にしてクラリネット吹くんだ。それで背中が痒くなったらこうすんのさ。こりゃいいや。俺はな前から戦争行ってた時からずっとこんな暮らしがしてみたかったんだ。あんたも戦地に行ったのかい？うん。どこに行ったの？そういやあんたとどっかで会ったような気がするんだ。俺ばっかじゃねえよ。山の中に住むジプシー仲間は大概戦争帰りさ。もっともそんなこと自分から言い出せたら誰もいないがね。ジプシーっていうのは外国にしかいないんじゃないのかい？それがいるんだな、日本にも。どいつもこいつも山が好きで音楽が好きで自由気ままな暮らしをしてる。オーケストラの稽古したりパーティー開いたりしてさ。まあジプシーというのは俺たちが面白半分につけた名前だけどな。その人たちは本当にみんな楽器ができるのかい？俺もびっくりしたんだけど、ジプシーはなみんなアクセクと働きすぎてかえって苦しみが増えるような暮らしを心の底から軽蔑してるんだ。だから働く時はと働くけど、あとはこの自然の中でうまいものを食いぐっすり眠り、暇があればオーケストラ楽しんでる。へえ。どうだ、よかったら今夜泊まってかないか。俺も23日したら次のお花畑へ移動する。蜂と一緒にな。一人ぽっちで食う飯っていうのは寂しいもんさ。炭焼き窯を開けるのは明日でもいいんだけど。だったらそうしろよ。こんな山の中で会えたんだ。ごちそうすっからよ。そうだな。うまい。俺これで3つ目だよ。それは鹿の肉だ。鹿？うん。フライにしたのはヤマメ、サラダはキスゲの花。このブドウ酒は野ブドウから作ったんだ。これならサイゴンのフランス人のレストランにも負けないよ。俺今までねあんなにうまいもの食べたことないんだ。でも今夜はそれ以上だな。そうかい。そいつはよかった。まあ好きなだけやってくれ。うん。ジャム作りのフルートさ、湖の岸で吹いてんだ。と食後の散歩だよ。
どうした？蹄の音だ。月澄が走ってるんだよ。月澄？聞こえないかい？全然。ほら、確かに月澄だよ。聞こえるのはジャム作りのフルートと虫の声だけだが。し。行ってしまった。月澄ってのは？俺の持ち馬なんだよ。俺戦争中に馬の蹄鉄を作る兵隊だったんだ。ふん。麓の沢で炭を焼いてた時、月澄の蹄の音が聞こえてきて、それを追っかけてたらあんたに会ったんだよ。そうか。そんなにがっかりすることないよ。きっと見っかるよ。俺も探してやるし、みんなにも頼んどいてやるから。一体どんな馬なんだ？いや、いいんだよ。もういいんだよ。それよりその笛また吹いてくれないかな。よしよし。何がいいかな。ワグナーの森のささやき、美勢のアルルの女。馬の蹄の曲ってのはないのかい？知らねえな、そんな曲。そう。残念だな。おい、こっから見る星はでっかいだろう。うわー、綺麗だ。山猫、大熊、猟犬、真ん前に大きな牛飼いが。ほら、今日は特別光ってな。それじゃあ石澤君、あんたの部隊はマニラに行く途中、敵の潜水艦を避けて沖縄に立ち寄り、それからインドシナ半島に上陸したんだね。はい。メナム川のほとりで3ヶ月ほど。うん。それから？その時は戦争もなかったし、月澄に草を食べさせてやったり、大きな木の陰で昼寝をしたり。うん、よかったね。はい。夕方になると月澄を川に連れて行って水浴びをさせてやったり。月澄はめっぽうバナナが好きだったもんで、俺はしょっちゅうバナナを買ってやって。もみち、お前たちの輸送船がインドシナ半島を出発してマニラ湾で魚雷にやられた時、お前の持ち馬の月澄も船と一緒に沈んでしまったんでねえのけ。お前は運よく助けに来た船に拾い上げられてマニラの陸軍病院に運ばれたっちゅうことだが、馬なじゃとてもとても。いや、俺は月澄とずっと一緒だったです。安本島に行った時も。安本島、これは初耳だ。
あんたマニラの陸軍病院からアンボン島中島に行ったのか？スマトラに行ったんでねえの、あんたの部隊は。アンボン島中島はどんな島だった？ヤシの木が生えていた。海岸は白いサンゴの岩で赤いカニが張ってたな。あ、そうだ、鳥居さんだ。なんだ、そうか、鳥居伍長か。先生、つまらんことを聞きますが、チェレスタってどんなもんですか？チェレスタ？お前さっき妙なこと言うたの。チェレスターのことですか？あれならもういいんです。村の学校の先生にでも聞けばわかるかもしれない。いや、鳥居さんのことじゃ。はい、実はまだ誰にも言ってなかったんだけど、会うたんです、鳥居伍長殿と。いつどこで？1週間ほど前。ずいぶんごちそうになったな。あの人今山の中で8回やってるんです。おみち、よー聞けよ。鳥居さんはな、もう死んでしもてこの世にはいなさらんのじゃ。お前を牧場に連れてきなさって、ありゃまだ半年も経っとらんかった。町の盛り場で人と喧嘩して刺されて死んだんじゃと。はい、そうです。新聞にも出とったんじゃから、これは間違いない話じゃ。お前にも言うたろうが。奥さん、本日は私のためにご心配をおかけしてありがとうありました。ありがとうありました。どうだった？今さら手当てのしようもないんじゃと。と言うて心配するようなこともないんじゃと。なんじゃそりゃ。船から放り出されて大怪我した上に、マンジェラじゃ高いマラリアの熱出して、まあ記憶喪失っていうのかね。生きて帰ってきただけでもよかったと言わにはなるまいって。治療法がないっていうのか？厄介な勲章をもろうて帰ってきたもんじゃ。町の大学病院に行ってみたら？そうも思うとるけどな、乱暴するわけではなし、仕事に差し支えるわけではなし、仕事させたら誰よりも役に立つんじゃから。お父さん、ご飯まだでしょう。そこらのあり合わせでお昼にすっか。
雀の音はまだ聞こえるんか？聞こえるよ時々。どっから聞こえんだ？近くから聞こえてくることもあるし、ずーっと遠くの。ほらあの山の向こうから。気楽なもんだな。この暑いのにまた炭焼きか。ちょっと行ってくる。かわいそうに。ゆきさんはどうするんだろう。まさかあんなのと夫婦になるわけにはいくまい。もみいちなんざ帰ってこねえ方がよかったのよ。八海さん。八海の鳥居さん。おはよう。その曲なんだい？お蚕のポルカ。君もジプシーだろ？そうよ。八海かい？私はお蚕よ。お蚕？変な人。あなたお蚕知らないの？お蚕って桑の葉っぱ食べて繭作るあのお蚕かい？そうよ。でも私たちのお蚕はちょっと違うの。あなたエリーシュの蚕って知ってる？いや、エリーシュも何もお蚕のことは何にも知らない。エリーシュってね、野生の麻の葉っぱを食べるお蚕がいるんだけれど、私たちのは木の葉っぱでも草の葉っぱでも何でも食べるの。厳密に言えばお蚕じゃなくて他の一種かもしれないけど。それ飼ってるの？飼ってなんかいないわ。この辺りの森や山にいくらでもいるもの。私は繭を集める役。パパとママは繭を炊いて糸を紡いだり布を織ったり。兄さんはきっと今頃繭作りだわ。君のお兄さん繭作るの？あなたは？あなたは何をやっているの？
俺は牛飼い、それから鍛冶屋。その鈴もあなたが作ったの？うん。道に迷うといけないと思って来る道々木の枝にぶら下げてきたんだ。風が吹けばほら鈴が鳴るだろう。その音をたどっていけば間違いなく牧場に帰れるもの。うまいこと考えたわね。じゃあ私も面白いもの見せてあげようか。その代わりその音色のいい鈴を一つちょうだい。いいよ、2つでも3つでも。じゃあ4つもらう。約束よ。これがそのお蚕。これがそのお蚕。いい？お蚕見ててよ。あところで君のお兄さん本当に八海さんのいるとこ知ってるのかな？多分ね。もし知らなかったら風車の池に行って聞くといいわ。私が道を教えてあげるから。あそこよ。やっぱり兄さん丸作りの最中だわ。お仕事中ですか？そう言ってもらうと兄さん喜ぶわよ。ほら見て。誰もいないよ。驚いたな。本当によく似てる。そっくりだ。月住。月住だ。俺も月住もまだ戦場なんだ。
誰か来るよ。あれはもみいちという男じゃねえか。ああ、8階のクラリネットが言ってた鍛冶屋の。あの男俺どっかで。そういや俺もどっかで。おーいおーい石沢もみ一上等兵であります。どれ。いやー、よく来たな、もみち。畑純尉殿、お懐かしゅうあります。宮野総長殿、萩野軍曹殿、お懐かしゅうあります。瀬田純尉殿、ラッパ師殿、お懐かしゅうあります。もみいち、お前さん人違いしてるんでないか。間違いだよもみいち。俺は今こそトランペット吹いてるが、軍隊じゃラッパのラの字も吹いたことはないぞ。俺も総長じゃなかったし宮野とも言わねえ。オーケストラじゃこのチューバを吹いてるんだ。いや、でも顔つきも物の言い方も宮野総長そっくりだ。あ、そうだ、宮野総長は確か前歯が2本抜けてたっけ。いいもみいち、みんなお前さんの勘違いだよ。そう勘違い勘違い。わしは風車のティンパニーといってな、あの風車小屋の主で粉引をやっとる。オーケストラじゃあのティンパニーを叩く係さ。もみいち、お前さん何をやるんだい。俺うん。俺はチェレスタをやりたいと思ってるんだけど。おーいや、でもね、今はほらこれ。いい音だ。初恋を思い出すような。どれどれ、俺に一つその鈴を振らしてくれんか。俺にも俺にもよ。よかったらみんなに一つずつやるよ。本当にいいのかい？本当にくれるのか。ああ、あげる。やるとも。ありがとう。それじゃあもみいちにも入ってもらって何かやるべか。あ、そいつはいいや。よし。何やるべかな。靴は虫と金叩きとクイナーのための行進曲はどうだ。それがいいや。賛成。
たぞ来たぞ。いいタイミングだな。ユキっていうの。オーケストラでは第二バイオリンを弾いてるけど本当は声楽の方が得意なの。ユキ。さあどうぞ。さあもみいちさん冷たいうちにどうぞ。さあどうぞどうぞ。まずはお客さんからだ。うまいぞこれは。さあうわさあ遠慮しないで。それじゃあ俺はこれ。じゃあ俺はこれだ。それは俺だよ。それではこれじゃあ俺。はい。それじゃあ、もみいちの月隅が見つかるように乾杯。乾杯。ありがとう。ああ美味しい。あぶくがプチプチ腫れてきてチクチクしてて、これはアメリカのブドウ酒かい？いやいや酒でもぶどう酒でもない。ミネラルというただの水だよ。水？このすぐ近くにミネラルが湧き出ている泉があるの。もみいちさんの取ったミネラルにはね、野ぶどうの汁が入れてあるの。橙色はカリンの汁、赤はチェリーの実。この緑色はメロンの汁。この風車小屋にしかない七色のミネラルさ。スラバ屋の市場じゃレモナードっていう色のついた飲み物売ってたんだけど、陸軍病院じゃ一度も飲ませてくれなかった。ああ美味しい。病院に行ったの？スラバ屋の。うん。時々マラリアの高い熱を出してね。あの時はレモナードがとっても飲みたくてさ。コントラさんが来た。おかしいな。コントラバスを持ってないぞ。ドクター。ドクター？ドクターだって？うん。俺たちがインドシナ半島にいた頃、大隊本部に召集されてきていた軍医さんがいたんだけどね、根っからの軍人じゃないからまるで町のお医者さんみたいにとっても優しかったんだ。歩いたいやずいぶん遠くまで行ってきましたよ。頼んでたものがやっと出来上がってきたんでね。ストラデバリウスがですか？ストラデバリウスほどじゃないが、私とバイオリン屋の研究の成果ですよ。ドクターのパイプ。ああ、この人は鍛冶屋のもみいち。いや、鈴振りのもみいちと言った方がいいかな。月隅とかいう馬探してらっしゃる。ついさっき娘から聞いてぜひお会いしたいと思ってたんだ。よろしく。はい。ああ、さてこれですよね。なんとこんなもんで音が出るんですか？いやね、この弓につけて松ヤニが切れてたもんでね、松ヤニはフランス海岸松がいいかアフリカ海岸松がいいか僕は私研究中なんですがね、今日のところはとりあえずアルメニア産のにしておきました。ちょっと聞かせてください。ぜひ私も聞きたいわ。何ですか？ちょっと前髪が。これでいい。帰ってくる途中でね、面白いことがあったんですよ。モモンガの峠で一休みしてたらね、投げ出した足の先をカマキリが2匹並んで歩いてるじゃないですか。私は娘がお蚕にダンスを踊らしてるのを思い出しましてね。あ
それで私は一つ試してやろうと思いましてね、ガボットを引いてやったんですよ。するとですよ、カマキリが立ち上がりましてね、つま先でこういうふうに背伸びしましてね、それであとラッタ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 ッラッパッパッパッラタタタタ、踊り出すじゃありませんか。ガボットですよ、2匹ともですよ。それもカマキリがですか？それとまだあるんですよ。頭の上で急に動物の鳴き声がしたんで、私は見上げますとね、モモンガのやつが枝から枝へラッパッパッパッ、さあシュルシュルシュルラッパッパッパッ、さあシュルシュルシュルってよ、カマキリとモモンガ、カマキリとモモンガ、これ2種類だけの動物実験でまだ断定的なことは言えませんがね、しかしこの小さなバイオリンのオクターブの高さというものはね、動物の三半規管とか、あるいは神経とかにある種の刺激を与えて、ある種のエモーションというものをこの引き起こすというこの効用があるんじゃないかと思って、私は大変興味深いお話です。モモンガの話も大変結構ですが、コントラさんが弾かないなら一つ私に。私が弾きます。いやいや、弾かないとは言わない、弾きたいからこそこうやって作らせたんですよ。人様の前で演奏するのにね、あれはよりやっぱり曲目の選択っていうのは慎重にならざるを得まい。例えばイバルディ、レオ・デュランテ、ベルゴレージ、シュトラウス、チャイコフスキー「白鳥の湖」より国鳥。よくやってきたな。この間本当にごちそうになって鳥居御町殿。鳥居御町？いや俺は鳥居でもお宮でもないが、まあいいや。こちらはね、指揮者で作曲家でビオラを弾いてる。ああ、お蚕のバイオリンの。そう兄です。ひょっとするとあなたとはサイゴンで。いやいや、僕も戦地じゃ何回か危険なことにあったことありますが、最後には行ったことありません。それよりもあなたの月住が一日も早く見つかりますように。ありがとう。それからこちらはジャム作りのフルート。ほらこの前の。ああ、湖のそばに住んでらっしゃる。それから彼の恋人。こんにちは。こんにちは。なんだ、いないって？この前は小屋に泊まったと言うとったけどな。いや、炭焼き小屋にもいないとすると。本当に炭焼き小屋に泊まったんでしょうかね。
鈴なんか持ってどこ行ったんだろう。鈴？鈴ってなんだ？ええ、牛の首につけるやつのちっこいの。ずいぶんたくさん作ってたけど、さっき小屋を覗いたら一個もありませんでした。まったく人探しのやつだ。山を降りて赤ちょうちんでも行ってくれた方がまだマシじゃ。飯も食わんと今時分まで何をしとるんじゃあいつは。すみじゃあ帰るとするか。今夜も俺のテントに泊まるだろう。そんなバカな。今さら夜道を歩かなくったってここに泊まればいいじゃないか。ここも悪くないけど風車の音が耳について寝られんだろう。俺んとこに絹の布団があるよ。そうですよ。だったら俺んところの毛皮のベッドの方が。みち、俺んとこ来いよ。ありがとう。皆さん本当にありがとう。どうだい気分は。うん、素晴らしいよ。でもちょっと心細いけど。こんないい眺めなのに。眺めのいいことと心細いこととはちっとも関係ないよ。そんなもんかね。安本島にいた時、俺はいくら喉が渇いてもヤシの木に登ることができなかった。ヤシの実はいつも戦友にもらったんだ。
とにかくそのフルート吹いておくれよ。何の曲がいいかな。何でもいい。気持ちの落ち着くやつがいいな。じゃあジョスランの子守歌か、それともアベンマリア。うん、それ、うん、よし、じゃあシューベルト。おい、よせよ。くすぐったいよ。許してくれよ。おい、どうしたんだよ。リスが毛布の中に。これやめろよ。くすぐったいよ。許してくれよ。おい。俺の作ったジャムはな、みんなこの人の作った壺に入れてバザールに持っていくんだ。あんず、すもも、グーズベリー、まあいろいろ種類はあるけどね。へえ。帰ってきたぞお、オーボエとトロンボーンが戻ってきた。本当だ。あの人。海一。また人違いだよ。よう、俺は大工の大ボエだ。こんにちは。ジオラの兄貴が困ってたよ。メンバーが足りなくて練習がやりにくいってさ。あ、もみち、こいつはな、木の実や草の実を利用していろんな細工物を作るのが仕事なんだ。オーケストラのパートはトロンボーン。うわー、長い数珠だ。これもあんたが？これは数珠じゃないよ。マリア様を拝むときに使うロザリオさ。トロンボーンは体当たり部隊の生き残りでな。よしなよ、そんな話は。それよりホルン、グーズベリーのジャムが舐めたいな。おう、どうぞどうぞ。冷たい紅茶と。おう。だな、俺も腹が空いた。おぼえ、ちょっと待ってくれ。グーズベリーはその壺に入ってるけど、俺が今おいしい朝飯を作ってやっから。おーい、もう2人分追加だ。さあ
手伝ってくれ。わかった。ジプシーの大工ってどんなことをするんだい？仕事はいくらでもあるわな。例えば8階の蜂の巣箱を作るとか、ティンパニーの風車小屋の明かり窓をつけるとか。あのホルンの洒落たうちもこのオーボエが立てたんだ。へえ、本当。俺はジプシーの大工だで、自分の仕事場だとかテントとか最初から持ってねえんだ。だから仕事行った先々で泊めてもらうんだがな。他のジプシーにも会わず一人で旅をしてる時にはな、木の枝や木の皮で簡単な小屋掛けをしてな、寒い時には寝袋に入って寝るんだ。へえ。人と離れて山の中をさまよい歩くのはそりゃ寂しいさ。だけど人間ってものは人間と人間が一緒に暮らしていても寂しいもんだから。そうだな。俺は戦争に行く前は炭鉱で働いてたんだ。つまらない詩を書いたりしてな。その俺がオーボエなんか吹き始めたのも、いや俺だけじゃねえ。ジプシーたちが揃って笛を吹いたりバイオリンを触ったりするのは、そうだな、なんて言えばいいのかな。夕立におてこんなに濡れてしまった言うて炭焼き小屋から帰ってきたんですけど。濡れてるどころかもみじの服はカンカンに乾きっとったっちゅうじゃないか。どこさ行ってきたんだって聞いてもまるで上事みたいなことばっかり言うて、それはひどい熱でした。医者はこりゃマラリアの再発じゃ言うてな。ちょうどなんとか
かキニーネっちゅう薬が病院にのうて町から取り寄せるやらなんやらえらい騒ぎでした。水が飲みたいよ。おみち、さ水だ飲みなさい。おいしいミネラルだ。ミネラル？泣いとる。大の男は涙なんかこぼすんじゃねえ。もみいち、しっかりせにゃ。月住。月住。もみいち、今度の夏のバザールのお祭りにはぜひやってこいよ。日本中から集まってくる仲間の中にきっと月住を見かけた者がいると思うよ。ありがとう。俺たちのオーケストラも演奏するし、ぜひやってくるんだな。月住のことは俺たちの力で。探し出してやるよ。ありがとう。心配すんなって。ぜひいらっしゃい。ええ、ぜひ今度の満月の夜だよ。忘れたら来年までないよ。もみいちのことなんだが、不憫なやつでマラリアはどうにか収まったが、ますます頭がおかしくなってきた。もしまたふらふらっと山に出かけて崖から落ちたり道に迷ったりするといけないから、みんなよく気をつけて、一人では絶対に牧場から出さねえようにな。炭はお前が焼いてくれた分がまだたくさんあるじゃろ。それにまだまだこの暑さだ。炭焼きでもなかろう。用がなければ涼しいところで昼寝でもするがいい。お前の体はまだ本当じゃないんだから。
こへ行くんだ？バザールだ。夏のバザールのお祭りなんだ。明日の晩満月なんだ。俺約束したんだ。みんな待ってるんだよ。嫌だよ。俺はどうしても行くんだよ。頼む、行かせてくれよ。嫌だ。俺はどうしても行くんだ。夏のバザールの祭りなんだ。嫌だ。話してくれ。夏のバザールのお祭りなんだよ。ほら行くんだ。話してくれ。ほら行くんだ。明日の晩なんだ。約束したんだ。待ってるんだよ。話してくれ。どうもありがとうございました。初期あたりじゃからしばらく休養すると治るとよ。よかったな。はい。どうしたんじゃ？今やってるのシューベルトのアベマリアでしょ。欲しいのか？はい。お邪魔します。ごめんください。気をつけてよ。もみちはまだ来ねえのかい？どうしたんだろう。約束を破るようなやつじゃねえ。きっと来るよ。ねえ、もう始まるよオーケストラが。どうするピッコロ？どうするって、俺だって困るよ。仕方がねえ。行くとするか。きっともみちゃん来るよ。そりゃそうさ。レモンのミネラル。虹のミネラル。
ちごのミネラル。食べる？そろそろ炭が恋しくなってきたよ。山に入ってまた少し焼いてきてもらおうか。この前の大風で倒れた木もだいぶあろうから、木を切る手間が省けていいかもしれんと。大丈夫ですか旦那。夏の夜逃げ騒ぎからこっちほとんど口を聞かんようになってしまう。あんなに行きたがっとったんじゃ、あの時生かしてやりゃよかったのかもしれんな。おかいこさん、ビオラの兄貴。おーい、フリュート。おーい。おーい、コントラさん。おーい、ジプシー。ティンパニー。ホルン。おーい、クラリネット。おーい。
ぱり旦那狐はついておりますよ。今度戻ってきたら病院連れてった方がいいですよ。なんか嫌な予感がするんですがね、今度ばかりは。また風が強くなってきやがった。どこ行っちまったんだジプシーは。よし